の志士たちよ、これより我らが赴くは最後の戦場。残る怪我を打ち果たし新種の地を取り戻せるか、全てはこの一戦にかかっている。こたびの統制は軽挙妄動であったと、そう痛感した者も多いだろう。ここで正気を歌うなど物狂いにも劣る妄想であると感じている者さえいるだろう。今からでも逃げ出す算段を講じている者らさえ必ず幾人かはいるはずだ。己が欲しいに駆られるその思いを責めるつもりはみじんもない。かくいうこの身も多分に漏れず、怪我の力に心折られかけた一人なのだから、大敗の数々は傷となり記憶の底で化膿している。弁解は恥の上塗りに他ならぬから本音をさらそう。私は今も彼らが恐ろしくて仕方がない。被った犠牲を思い返すたび、次は何を奪われるのかと腕に震えが走るのだ。江戸を越えこの地へ至るまで数々の者がたける命を散らしてきた。未踏の地を切り開くため必要な犠牲だと割り切りながら屍の上を踏みしめて、それも一切振り返ることなどないままにだ。墓の一つさえ作る暇や余裕もなかった。無駄に流れた血潮などただの一滴もないというのに、我々は前へ前へと行かねばならず、進軍すればするほどにライオンある者たちのむくろを置き去りにしていく。ならばこそ我々は報いなければならない。志半ばに果てようとも後に続くものがある。思いを組むという行い、継承される絆こそが幸福であると信じられる。仁は死なぬ、忠は滅びぬ。受け継がれていくのだ。魂と共に私たちの体さえ飛び越えて、だからこそここまでたどり着けたのだと信じている。一人ではなかった。つながっているのだ、私たちは。国を愛し、家族を愛し、友や女を守るため命を懸けて戦おう。たとえこの身がついえても思いを語り継ぐ者がいる。そう思ってくれる限りお前たちの生は不滅だ。なぜならすでに皆が互いの魂を抱いているから。ならば勝てる。必ず勝つ。負ける道理がどこにあろうか。この蝦夷を制した暁には共に大しく肩を並べて凱旋しよう。胸を張って保妻へ錦を飾るのだ。
レーゼン殿。分かっておるよ。兵のことは我に任せていただこう。好きになさるといい。頭取りは戦の定石。いや、この場合ではそれしかないな。万に一つであろうとも掴み取らねば皆死に果てる。消耗戦など愚の骨頂かな。元を絶たねばいずれ全ては木阿弥よ。ほどなくあれらに潰されよう。よって湧き出た雲は全て我らが引き受ける。ならば御身は八つかはぎが残る六柱、精鋭のマスラを率いて下級速やかに征討する。まずはあれら悪路と猛霊。ここで取らねば我らは終わる。分かっているさ。上出来だ、烏帽子殿。しくじるなよ、坂上。花形を譲ってやったのだ。役目を果たせ。答えてみせろ。おう、役者が違うと教えてやるよ。手はずは覚えているな、ハバキ。これから我らがなすべきこと。当たり前だ。忘れるわけがねえだろ。マシンへ続く一本道をぶち開ける。あのでかい鎧を突き抜けりゃいい。後のことは後のことだ。穴ができればそれでいい。人一人拳次第、いや針の先で十分すぎる。続く二の矢は凶悪だ。こじ開けられぬはずがない。なあ、そうだろ。そこから先はお前たちの役割だ。切り進め、砕き割れ、悪路と漏れを打ち果たし、道を示せよ、二人とも。奴らがいかに強大だろうと、私はお前たちを信じている。セクナ、こちらもこちらで手間がかかる。まさかここでしくじるわけにもいかんだろう。何せ正しく紡げているかどうかは自分自身でもよくわからん。今よりあのカムナガラへと道を開く。必ず届く。外しはしない。お前たちへとこの一撃からつなげてみせよう。さあ行くぞ者ども、準備はいいか。遠の昔に何を今さら。勝つのは俺らだ。失わせなど申しません。長き余興を終わらせるか。凱旋の宴をいたしましょ行くぜリンド。蝶の光で照らしてくれよ。お前の語るその輝きでどいつもこいつも見せてやれや。
心からの信頼においてあなたの命に反したこと。私は愚かであなたのお役に立てなかった。だからあなたの炎で包んでほしい。我が槍を恐れるならばこの炎を起こすこと許さぬ。ベアトリス・バルトルート・フォン・キルヒアーゼン、桜井海、そして K。 だが我らが越えてきた視線も軽くはない。なあ、そうだろお前たち。ああ、俺たちの統制だってぬるくはないぜ。行くぞ、これが海戦の号砲だ。磯上新刀流三部宗次郎、九条光神流九条しおり、押してまいる。やはり、いえ、当然ですね。そうでなくては始まらない。これほどに高みでいなければ甲斐がない。安心しましたよ。ここで切ることができずに済んで。それではあなたを追って焦がれて求めて目指して腕を磨いた意味がない。恥ずかしながら僕って飽きやすいんですよ。まずは切って試しますし、切れなかったものなんてそうそうないし、放っておけばいつの間にか死んでいますし、どうにも長続きしてくれない。だから容易にいかないあなたが愛しい。切らせてもらいます。
黙れ。喋らないでくれ。お願いだ。会話などしたくもないのだ。僕にお前をかけらも記憶させるんじゃない。小細工などさせはしない。ただと速やかに崩れて落ちろ。いいなあ、なんてずるい。だから喉を切らねば始まらない。僕はこのような無様な自分を認めるわけにはいかないんですよ。元より無傷の勝利など捨てています。うまく切っ先をめり込ませれば岩も豆腐も同じでしょう。腐り落ちるより早くこの刃で断ち切ると僕にやれないはずがない。まあそういうわけで愚かだ。そしてやっほう。言ったはずだぞ。崩れて落ちろと。それを撤回した覚えはないし、身勝手な陶酔に溺れていいと許可した覚えもありはし、何を逃れたつもりになってんだ。ここがどこだか忘れたか。
理解しただろう。ここは僕という世界の中だ。そもそも逃れられるはずがない。踏み入ったことごとくを腐らせる。そういうこと。そういう形だ。自ら虎穴に入った以上、食われるのは道理だ。お前のような男を野放しにはできない。あ、そうだな。毒を引き受けるのも僕の役目だ。消化してやる。無駄だぞ。言ったはずだ。デクの剣は効かない。デクだと。誰が僕の一体どこがデクだと言うんだ、貴様！そのすべてお前がそうなのはお前のせいじゃないということ。分かっている。突き詰めて言えばお前個人に恨みはないし用もない。だがお前自身などどこにもないのだ。わからないな。わからなくていい。もとも少なくともこの僕はお前たちに何の期待もしていないから。最後の時までに切ってやる！そうだ。故にお前は死なねばならない。日向の香りを思い出せば星の光を覚えている。握った指の温かささえ忘れてしまった。けれどそれが悲しいことであるのだとそう思えるところは残っている。それが僕の桜井海の魂だ。お前には核ある自分の全てだよ。終わりだ。引導を渡してやろう。ひ、く、み、よ、い、な、や、ここ、
その血の満ち返し賢いな火災に悩むこの平等よこの火事に奪われきゃどこにもかんだぜ8番元のみそぎを始め今も清める我がになりけちはやふ神の日世の我に祈りしことのかなわぬ私太極カムナかじりかむり無限強化さらばだアジュの一かけわからんだろうあれの方が起きる前に生きるお前は幸せだよ調子悪いみたいだね。なんてもろい。直接見たのは2度目だけど未だに信じられないよ。まあもっともおう同心よ奮闘して魔性を撃破せよあだかしこオン剣馬や剣馬やウーハッタうわっどうしたのそんなものなの
焦ったな。こりゃやっぱり夜行にやらせといた方が良かったかも。っていうかあいつよくもまあこんなの相手に2回もタイマー張ったっていうか。ヤコと言ったかしら。あの男、今ならまだ間に合うから。あれと変わりなさい。あなたじゃ私の相手にならない。予感があるのだ。あれは私が相手をした方がいい。そうしないと面倒なことになるような。いや、あるいは違うな。そんなことではなく、どうしてあの男が今ここにいないのかわからない。どうして私があなたなんかの相手をしているのかわからない。そんなこと言われてもね。しょうがないじゃん。だってあんた夜行に振られたんだもの。何？まあそりゃなんつうか、最初に粉かけたのはあいつの方からだと思うよ。詳しいとこは知んないけどさ、あいつはあんたになんか知らんけど興味持ってちょっかいかけて2度ほど合いびきしてみたわけだ。そんで思ったんでしょ。この女つまんねえわと。いやー、わかるよ言いたいことは。勝手に寄ってきて勝手に期待して勝手に幻滅してなんだそりゃって話じゃねえ。お前はあれか、変質者かよと。でも仕方ないじゃん。あいつ変態なんだもん。ああいうのはまともに相手しちゃいけないよ。だから私が相手してあげる。夜行のことは犬に噛まれたとでも思っときなよ。どうした？続きしようぜ。だいたいあんたそんなモテそうな女にも見えないし、どうせよくすれ違ってたんでしょ。男関係はさ。だから私があんたに教育してあげる。何を？だから何だと？
るほど。つまり陣取りがしたいわけね。危険ね。私を見てよ。私を見てよ。私を見てよ。ほら、こんなに私はすごいのよ。口を開けば私とそればかり。信じているのね。この宇宙で自分だけは何かとてつもない存在なのだ。当たり前でしょ。あんた知らないの？主人公ってのは無敵なのよ。すごい。本当にまだ生きている。自分にだけは都合のいい展開が舞い降りると、あなたたちは疑うことなく信じてる。何度倒しても、何度殺しても絶望しない。勝てるから。素敵。奇跡が起こるのは確定事項で、願った事象が訪れると盲信している。そしてそうなる。なぜって？あなたたちが主役だから。神様に愛されている自覚があるのね。そして何も分かっていない。あれから見れば、あなたたちは塵にもなっていないということ。かわいそう。自分を信じる。勝利を信じる。
栄光を信じてきた走り。立派よ。何も悪くない。戦うというのはそういうこと。それで勝てたら、ええ幸せだ。私もかつてはそうだった。それであんたは負けたから、そんなんなっちゃったんでしょ。いじけんな。違うわよ。そんな次元の話じゃない。そういう問題のことじゃないわよ。私は確かに敗者だけれど、信じて戦った日々がある。その時の自分たちに嘘はないと今でも変わらず信じている。だけどかわいそうなのはあなたたち。あなたたちには何もない。自分があると思っているだけ。そういう風に感じているだけ。何もかも勘違いだと知らないまま。だからあなたたちは負けた方がいい。下手に勝ってしまったら何が勝たせてくれたのかを知ることになる。ほら、今だっておかしいでしょ。どうしてあなた死なないの？そもそもどうして私たちとの最初の戦いに生き残れたの？こちらは本気で殺すつもりだったの。自分はすごいから、主人公だから。何かわからないけどまだ生きている。大した問題じゃない。それがあなたたち全員の思考。分かっているのかしら。狂気だということを。ねえ、そんなあなたが私に何を教育するの？なぜ私にいきなり突っかかってきたのか。正直かけらもわからない。男がどうとか口にできる身分ではないでしょうね。そういう自分の基準で他人決めつけてるとこがバカ女丸出しで腹立つのよ。あんたなんか大層なもん知ってるの？それで何か悟ってるの？ああ、そう、そりゃよかったね。気取ってすかしてバカみたい。自分のことは誰にもわからないみたいな顔しておいて、他人のことはわかってるみたいなことを言う。アホか！見ててイライラするわ。だから教えてあげるのよ。他人なんてわけわかんないものだってことをさ！どうよ。予想外だったでしょ。あんたは私のことなんか分かってないの。まあね。今私が言ったことも逆説的に突っ込まれると困るんだけどさ。あんただって
私のこと分かってるみたいに言ってるじゃんとか、そういう反論はなしにしよう。きりないし。ただこれで、少しは見る目変わったでしょ。あんま舐めないでくれるかな。私の、どこに自分がないって？こんなバカなことできるやつ、私以外いないでしょ。あんたはなんて言うか、常にガッチガチだよね。聞く耳持たないって、いつも全身で言ってる感じ。これだから女はって、龍明さんあたりがぼやきそう。私はさ、嫌なんだよ。ああいう女子供扱いってやつ。なんで一括りにされてんのって言いたいけど。まあ、実際そういう風に見えるやつも多いもんで。困るんだよね。あんたとか、あんたとか。もっとこう、男にはできないかっこいい女の見せ方っていうやつを目指そうとか思わないもん？あんたんとこの大将に乗っかるだけじゃなくってさ。例えば？女が男を育てるように、一緒にタバコ吸うんじゃなくて、料理を教えてあげるような。それでそいつが、さらに活かしたやつになったら、ねえ、大勝利だと思わない？そうかもね。これが、私があんたに言いたかったことで。要は、私の方がいい女だっていうことよ。だったら、証明してみなさい。こんなことをする彼の真意が何なのか。あなたの結末を見て確かめる。まだ勝てると思ってるんでしょ。もちろん。だって、主人公だから。前は私たちもそうだったのよ。座の支配を超越する。主役を気取るというのは、そういうことよ。できるというなら、やってみなさい。まだだ。私は信じている。お前たちなら必ず勝てる。必ずそこから立ち上がれると。遠く眺めているこの身では、アホのように同じ言葉しか送れない。だが、厚顔無知だと思われようと、せめてこの劇だけは届かせたい。安い奇跡などと誰にも言わせん。壬生宗次郎と九条しおりが、これから起こす勝利への道筋を、私は起こるべくして起こった武勲であると確信する。おいこらお前ら、根性出せよ。いつまで余裕ぶっこいてやがる。
大将にこうまで葉っぱかけられたんだ。手抜きなんか許されねえぞ。お前らの部は見てる連中に余計なヤジ飛ばされるもんなのか？違うだろ。違うはずだ。絶対違うぜ。なあ、そうだろうがよ。こっちは尻拭いしてやるつもりなんてねえんだよ。自分の獲物は自分で取れや。それがお前らの道だろうが。邪魔なんざしねえしさせねえ。晴れの舞台で何してんだ。さっさと一発ぶちかませ。届かぬはずがありません。私もまた信じております。楽しくもあり辛くもあった統制の旅路。それはここでついえるような軽い思いではないはずですから。そうだとも。だから今ばかりは私もお前たちへと祈ってやる。たった一つしか持たぬ者らがそれを貫けず何とする。二度の敗北など武の直れだ。悔しいならば奮い立て。必ず勝つと、誰にも負けぬと私に信じさせてくれ。しかり、これはあくまでも前座なのだ。後が仕えているのだよ。戯れたいのはわかるのだが、そろそろ己を掴んでみろ。ためらうことなどありはせん。すでに兆しは見えているはず。耳を澄ませ、事故へと潜れ。腹の奥から魂魄の帯同が聞こえてくるはず。なあ、そうであろうが。誰にも邪魔はさせねえから。お前たち自身の魂を見せろ。なんだと。やはり、いや、だけどこれは。地滅因子。いや、違う。そうじゃない。一体どういう。かけまくも賢き、感動に増す神結びに願いたまう。曰く、この一継ぎをもって我が麗しき何者見事に変えつるかな。すなわち枕絵に腹ばい、後絵に腹ばいて泣きいさち悲しみたまう。その涙落ちて神となる。これすなわち宗のこの元に増す神なり。ついに吐かせる戸塚の剣を抜き放ち、かぐ土を切りて右手になすや。これおのおの神となる。剣の刃より滴る血。これ雨の安のヶ原にある遺骨い羽村、我が備え。歌え歌え残人の神楽。他に願うものなど何もない。乙女らは袖降る山の水垣の久しき時う思いきわれば。ここに雨の数歌、
轟かし歌い上げて浮かれゆかまくする玉結の聞こえ示して先は痛まう。我が身に扱え悩めるやさかみあえぐ病をば意図速やかに癒したまいてかきわに時はに守りたまえ聞こえしたまえと雨の矢ひらて打ち上げてかしこみ申す。オンマリシエイソワカ、オンアビテアマリシソワカ。起爆、音信、三魔夜行、大根合輪。八重垣、さじの神、オロチの荒政、神を三剣、持って滑る急神の風、諸陽音敵海出壊滅。ここに帰依したてまつる長寿あれ。対局。火人か普通主普通の御霊の剣。かじりかむい放浪神武マリシテン。そうだ、僕はそういうものだった。ひとたび抜けば全てを切る。老若男女の別もなく抜いた刃で首を飛ばして道を作る。持っているのはそれだけなんだ。切りたいのだから切るだけで、そこに何か特別な意味や動機の出自さえ不要だったはずじゃないか。ただ切り裂くだけのものになりたい。ならば僕は、二部宗次郎は一体何だ。僕は刃だ。この一振りで全てを切り裂く天下無双の刀剣だった。いつだって刀を振るたび僕は何かを切っていた。それが誰の目にも見えなかっただけで必ず何かを断ち切っている。寿命か運気か世界さえ剣先が触れなくても同じこと。なんてすがすがしいんだろうが。成り立ての割には理解が早い。興味深い。だがやはりその越にいった顔は腹立たしいな。
者の本質を何も捉えず、今己の身に何が起こったかも知りもせず、ただ誇らしみに、満足に気に入らないぞ。奴の顔を思い出す。怒りましたか？いいなぁ。ぜひもない。どうぞ、そのまま全力で立ち向かってきてください。あなたを倒すために、僕はこうまで至ったのだから。たやすい手応えなんて、最初から全く求めてないんですよ。燃えさせてくださいよ。ねえ。ねえ。では、始めましょうか。それと、本質だのなんだのと、なえる説法はやめてください。賢くなれば今よりうまく切れるなら、筆と墨でも手に取りますけど、違うと言うならどうでもいい。思慮深いあなたは、世の断りだの正義だの善悪だの。まあ、適当に僕を嫌っててくれて結構ですんで。口に出すのはやめてください。つまらないので、世の成り立ちやその真理なんて僕は知らない。興味がない。博打で無学で結構ですので。あなたを切れればそれでいい。そうか。ならばもう何も言えない。その力がどれほどのものか見てやろう。まだまだ。そうだ。私はそういうものだ。これじゃないし、あれも違う。高望みは夢見がちと言われても、つまらない女じゃ嫌だから。できないから、やれないからって。そんな理由で誰かの装飾品になんてなりたくない。私は私。九条しおり。だからそう。私は最高の私でいたい。あんたなんかに負けないし、どんなか細い確率だろうと、手繰り寄せて勝利する。そんな私でいたいから。そういう自分でいないといけない。
だったらそこに至る道をいつも追い続けられるように。この瞬間に私は最善の私を求め続ける。奇跡を起こす私がいいの。私のお箱だ。結局あなたが正しいのかしら、遊佐君。いいですよ。きっとあなたはそれでいいんだ。ぜひともそのままでいてください。ほら、さっきよりずっと剣の切れが冴えている。見えられそうだ。たまらない。ああ、僕はこういう瞬間が欲しかったんですよ。だから僕ももっと鋭く、もっと速く、もっとうまく振るうことができるから。僕は刃だ、刀剣だ。切ることのみを追い求めたから、誰にもそれだけは譲らない。
これは自滅因子の増殖か。だとしたら、まったく君はたちが悪いな。しかし、確かに君が言うなら正しいんだろう。だから、一行だけはしておくよ。先の違和感さえなければ、聞く耳持たなかったことだがね。何を一人でブツブツと。いるんですか？お前の求める先は何だ？死ぬのぞ。ただ僕には敵手が必要だから。僕には強い相手がいるんです。あなたのように頑丈で長く付き合える良き手合いが。ですから一つだけ、僕が至った真理とやらを言葉にするというのなら、人は一人じゃ生きられない。一人ぼっちじゃつまらない。誰かと切り結べない世界など、もはや僕には考えられもしませんから。だから感謝します。あなたに会えて本当に良かった。磯上神道流奥伝の一早近風御事の息吹。そうか。よくわかったよ。次はシラフで、その境地に至ってみせる。ねえ、あなた。求めるものは？言ったでしょ。常に最善の私であるため、そんな私に勝てるような最高の男へ嫁ぐため。たった一人じゃ自分がどこにいるのかもわからないから、私は誰かの胸に残り続ける不滅になりたい。九条法人流奥伝大放浪閣全獣だらに。そう、
よくわかったわ。ただ、あまり酔いが過ぎると、大半の男には惹かれるわよ。これは。目が覚めたか？どうだ？今すぐ再び至れるか？できないでしょ？さっきのは後押しがあった結果だから。なぜ？どうして？バカな。信じられないことをする。一体どういうつもりか知りませんが。こんな侮辱初めてだよ。あんた、舐めるのもいい加減にしてよ。なぜこんな。あなた方にはあなた方で負けられぬ思いがあったのでしょう。冗談じゃない。この後に及んで生き恥さらせっていうつもり？誤解するな。勝ったのは僕らだ。私はもう負けないと誓ったのよ。だからそれを貫いただけのこと。これ以上ハジュンの長領は許さない。だからあなたたち、ただの役者じゃないというのなら。今度は自力で、己の意志で、自ら対局に届いてみせろ。そして、その先を自分の目で確かめたなら。どうかハジュンを、君らの手で打ってほしい。それが、主役というものでしょう。ああ。ケン。ベアトリス。カイ。兄さん。帰ろう。あの優しい黄昏に。うん。ずっと、一緒に。
しまいましたか。だけど、ついに。あとは、どうか。任せたから、続いてよね。